ロードバイクでロングライドしたいなら試してほしい5つのアイテムということでやってまいりました。はい。ロングライド。まあ、ざっくり100キロからって感じでいいと思います。自分今度初めてロングライドするんだよねとか、何回かロングライドしてんだよねって人なんかはですね、少しでも役立つ情報があれば嬉しいなと思いますが、はい。今回はそんなロングライドの時にあったら便利。試してほしいなっていうものをですね、5つご紹介させていただきます。ぜひね、試してみてください。僕はもうしょっちゅうロングしてますし、しょっちゅうあちこち旅してますので、その中で、これはやっぱ便利だったなっていうのをですね、今回いろいろご紹介していきます。はい。早速いきます。まず1つはこちらです。モバイルバッテリーですね。一昔前まではそんなにマストではなかったんですけども、最近はもうマストであった方がいいと思います。ロングの時は。なぜならですね、僕みたいに一眼担ぐ人以外にもですね、こういうスマートフォンで動画を撮ったりみんなと一緒に写真撮る人も結構いると思います。最近はもう現金じゃなくて、カードでもなくて、もう電子決済ですよね。スマホピーとかね、かざして使うことが多いと思います。とにかく自転車でロードバイクとかね、あちこち行くにも、もうお財布にもなって、連絡手段にもなって、カメラにもなるっていうですね、もう最強デバイスとして、スマートフォンは今もうね、みんな使ってると思いますけども、やはり電池バンバン食います。動画とか、写真とか撮ってると。なので、ぜひともですね、モバイルバッテリーは1個忍ばせておいてください。個人的にはね、1万ミリアンペアあるようなやつだといいと思います。これは CIO のモバイルバッテリーですね。USB-Cに特化したものが結構多くて、とにかくコンパクトで質感も良くていいよということで、CIO とかアンカーとかありますけども、1万ミリアンペアで大きさがそんなにでかくすぎないやつなんかをですね、こういう背中のね、バックポケットに入るようなやつに、こう一個ね、こう忍ばせておくとですね、ロングライド何時間も何時間も走る、何時間も外でいるっていう環境の時にとても便利です。ぜひ試してみてください。続きまして、サイクルコンピューターですね。持ってる人は持ってると思いますけど、持ってない人結構いると思います。未だにやっぱりスマートフォンでやってる人結構いると思います。ナビとかね。僕もたまにこうなんか旅してる時に、あれこれどこみたいな。サイコンで途中まで行って、細かい部分は Google マップで調べるみたいなことは結構やります。ただですね、サイクルコンピューターを1個持ってナビをさせることによってですね、この先ほども言いましたが、スマートフォンのバッテリーの持ちが断然変わります。断然変わる。全然変わります。なんで、ぜひともね、サイクルコンピューター1個持っておくとですね、非常に安心、便利かなと思います。ナビさせる以外にもですね、自分の走った距離とかね、走ったスピード、全部ね、記録として残るので、思い出を残すアイテムとしても最高ですし、みんなとね、ライドを共有する、ストラバとかいろいろあると思いますけども、そういったデバイスとしてもね、非常に使えますので、サイクルコンピューターもし持ってない人がいればね、ぜひ試してみてください。続きまして、こちらですね。トレランザックですね。トレランザックと言いましたけども、こういう自転車にすごいフォーカスしたトレラン系のザックもあれば、こういう本当にこれはサロモンのトレランザックですね。これもめちゃくちゃいいです。もう全部メッシュになっててコンパクトになるし、これも結構個人的にはおすすめなんですけども、あとはね、アピドラも非常にね、いいです。こうリュックになります。今日雨予報だからレインウェアも結構持ってきたいみたいなシチュエーションがあるのであれば、トレランザックがおすすめです。理由はですね、積載量ですね。自分が持ち歩ける量、断然変わってきます。がっつり上がります。で、かつ、ライドの邪魔しないです。すごいね、体にぴったりフィットするので、ライドするときにバックが揺れるとか、全然ないです。はい。こういった部分に、胸ポケットにね、さっき言ったモバイルバッテリー入れるのもいいですし、スマートフォンなんかもね、こういうところにスポッと忍ばせることもできます。もしもリュックどうしようかな欲しいなと思ってる人は、ぜひともトレランザックを検討してみてください。カーゴビブよりもコスパはめちゃくちゃいいです。トレランザックはめちゃくちゃいいハイエンドでも、2万ぐらいなので、圧倒的にコストパフォーマンスがいいです。何か現地でお土産を買うとか、突発的なシチュエーションでもですね、容易に対応することができますので、もしもね、ロングライドをする予定があります。結構荷物持ってきたいんです。みたいな人がいるのであれば、トレランザックは非常におすすめです。続きまして、フレームバッグですね。
こういうですね、フレームバッグ。サイズはまちまちいろいろあります。こういうフルフレームバッグもあればですね、僕のエイトスにつけてる小さなフレームバッグもあります。個人的にロングライドでおすすめなのは小から中かな。こんぐらいの中ぐらいのフレームバッグを持っておくとですね、先ほどのトレランザックほどではないんですけども、いろいろなものを入れることができます。パンク修理キットとか、もちろん先ほど言ったモバイルバッテリーもそうですし、財布、もろもろ全部入れることができます。でですね、ライディングの邪魔をしないです、フレームバッグは。トップチューブバッグとかサドルバッグはですね、やっぱどうしてもライドの時に結構邪魔しがちですね。例えば、トップチューブバッグ長いやつはですね、便利なんだけども、立ち止まった時に股に当たるとか、サドルバッグはね、リアが揺れるとか、あるんですよ。トップチューブバッグに関しては、結構ですね、重心を真ん中に持ってくるので、そんなに邪魔しないですし、必要なもの、欲しいもの、突発的に増えてしまった荷物なんかもですね、全部入れることができますので、非常におすすめでございます。最後の一つはこちら。輪行袋ですね。はい。輪行袋を持ってない人、まだ輪行したことがない人、特にね、自家用書とかない人はですね、全国どこでもですね、輪行袋一つあれば移動することができますので、輪行袋はぜひともね、買って試してほしいですね。また、行くだけではなくて、ロングライドで走ってる時に何かメカトラとか起きてしまった時、ね、または自分が怪我してしまってもう走れません、みたいな時に、輪行袋を1個持っていくとですね、緊急エスケープ用にですね、こちら、非常に使えると思います。はい。例えばそうだな、家まで100キロ、残り70キロみたいなところでパンクしちゃったとか、ディレイラーがもげちゃったとか、わかんない、クラック入っちゃったとか、いろんなトラブル、可能性としてはあります。そういった時にもう自分の足じゃどうにでも帰れませんみたいな。でも駅は結構近いっていうパターンは結構あるんですね。駅までなんとか自分の足で行って、輪行して電車で最寄りの駅まで帰るみたいなことができますので、輪行袋は緊急エスケープ用のアイテムとしてですね、ぜひとも、ロングの時は忍ばせておいたりするとですね、心強いのかなと思います。個人的におすすめなのはこのダボスですね。オーストリッチとダボスのコラボレーション、グラベル輪行袋というやつですね。理由は単純、でかいです。でかいからです。フレームサイズが大きい人とか、グラベルロードですね、タイヤがでかいような、そういったバイクでもですね、すっぽり収めることのできる縦型の輪行袋なんですけども、個人的にはこれが一番使いやすいと思っています。ということで、今回の動画は以上でございます。ロングライドしたいならぜひともね、試してほしい便利なアイテムを5つ今回ご紹介させていただきました。もしもね、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、今回の動画は以上です。